グラブルショーケースリリンクパート3スタートです。イエイ3じゃはい、この番組はグランブルファンタジーリリンクの情報をお届けする配信番組となっております。今回は発売後の感想を語りつつ、4月26日と5月下旬に実施が予定されているアップデートについての情報もお知らせしたいと思います。本日 MC を務めさせていただくのはグランブルファンタジーリリンクでシェロカルトを演じております加藤エミリです。よろしくお願いいたします。お願いします。そして本日一緒にお届けするメンバーはこちら。はい、同じくリリンクで主人公グラン、そしてランスロットを演じさせていただいております小野由紀です。今日はいち早くね新情報もお届けできるとのことで楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。そしてショーケースではおなじみの開発陣からこの方たちにもちろんご参加いただいております。まずはこちらの方。はい、グランブルファンタジーリリンクゼネラルディレクターの福原哲也です。今日はよろしくお願いします。お願いします。そしてはい、グランブルファンタジーリリンクディレクターの梶康之です。本日はよろしくお願いします。お願いします。そしてはい、グランブルーファンタジーリリンクナラティブディレクターの日高三四郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は梶さんはお喉の調子の方は大丈夫ですか？そうですね。前回はご心配をちょっと修行のね大変な時期にお呼び立てしてしまったようで温かいコメントが多くてよかったありがたかったです。すみません、今日は大丈夫です。よかったよかっよかったです。た、声大事です。よろしくお願いします。はい、さてというところでですね、まずはリリンク100万本セールス達成おめでとうございます。ありがとうございます。いやーすごいですよね本当に。はい、まずはありがとうございますっていうところなんですけど、すごい多くの方に手に取っていただいて、開発陣一同喜んでおります。で、僕この間原作の10周年生放送の方でお礼もさせていただいたんで、今回は梶と日高の方からもぜひと、お願いします。はい、まずは本当に多くの方々にプレイしていただきまして本当にありがとうございます。アーリーアクセスの時からずっと、皆さんのコメントとかいろいろと拝見させていただいてまして、本当に数多くのご好評とやり込み具合もですね、本当に開発一同、驚きと、感謝と、気持ちでいっぱいです。本当に、ありがとうございました。それでは日高さんの方からもお願いします。はい、本当に、温かいお言葉をいっぱいいただけてまして、スタッフ一同感謝しております。そうですね、リリンクの物語というところがグラブルの一部としてグラブルファンの皆さんにしっかり受け止めてもらえたというのが何より嬉しいです。そして、主に海外の方から、リリンクで初めてグラブルを知ったよ、そしてグラブルも今遊んでいるよっていう声もいっぱいいただけてまして、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんかお二人の言葉からも結構ユーザーさんからのメッセージ届いてらっしゃるですね。そういうのがすごく毎週のかなと思いますので、みんなチェックしてるんで。そうなんですね。いや、私も実はリリンクね、やっぱり原作がもともと大好きな人間なので、こうやってリリンクプレイしてもうすごく感動しましたし、もうスタートのオープニングの時点で私は胸がいっぱいになって進行できなくて一旦やめたんですよ。この感情のままでは私はゲームがプレイできないと思って一旦数時間だけお休みして再開したんですけど、本当に素晴らしい出来で感動しましたし、やっぱりね、それだけもう皆さんのようにユーザーの声を私もちょっといっぱい英語さんみたいに検索しちゃって、リリンク好評で嬉しいと、原作の方もね本当にご新規の皆様がねたくさん増えていただいてもう本当に私もファンの一人として嬉しい限りです。だからね、こうインターネットを通してコメントが届いてるんですねみたいなことを言おうとしてたら、普通に強火のファンがここに直の声が今届く形でめちゃめちゃ強火なんでごめんなさい。素晴らしいですよね。愛されている作品なんですけれども、今回ですね3ということで、なんかやりきった感はあったのかなと、その事前のね告知番組としての役割あったのかなと思うんですけど、3があるってことは今後もっていうことなんですか？一応確認。本当はパート2で、発売前のパート2で終わりのはずだったんですけど、そうですよね。その直後の体験版配信とか、発売後のいただいた評判とか、セールスもそうなんですけど、すごい
評判いいっていうところで当然アップデートの内容もすごい期待していただいてるのをすごい感じてたので、改めて今後のバージョンアップの、1.2.0 と 1.3.0 っていうアップデートの内容は3月に配信した 1.1 より結構内容が濃いので、またショーケースという形でお届けして、楽しみにしていただけたらなというところで、急遽企画させていただきました。じゃあここでもユーザーさんの声が届いて3とかそうですそうですね。だってもともとは言ってなかったんですですよね。よね。今の口ぶりですとそういうことですもんね。すごいな。一応今回が真の最終回予フ定です。ァイナルラストや。いやーでもリリンクねプレイしてる皆様からしたら次やっぱり期待しちゃいますけれども、ですけどね。一旦は一旦は本当は2で終わりのはずが、うん。今回もっていう形なんでなるほど。まあでもね今回の情報もぜひね、ちょっと期待していただければなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは最初のコーナーに行ってみましょう。リリンクレポート。はい、リリンクレポートは発売から3月下旬までの期間で集計したゲーム内のさまざまなデータをお届けするコーナーです。発売後ならではの内容ということなので、まずはこちらからお届けしていきたいと思います。こちらは梶さんから集計データをご紹介いただけるとのことなのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、1点、補足になりますが、こちらの、データは PS 版、Steam 版、両方合わせた合算の数となっていますので、その前提で、ご覧いただければと思います。はい、お願いします。ということでまずはキャラクター使用率です。こんな感じになりました。メインストーリーは主人公であるジータとグラン、クエストと全体ではラカムが1位となりました。ラカムがねナルメより人気というのは意外だなと思いつつも、でもやっぱりねグラブル好きとしてはね、もう昔からいるキャラクターなので活躍してくれて嬉しいですね。ラカムもオイゲンも嬉しいですね。ラカムやオイゲンは遠距離キャラで操作が比較的簡単なのとフルアシストと相性がいいので、そのあたりが上位の理由かもしれません。なるほど。私はちなみにリリンクは結構いろんなキャラクター使ってまして、その中でもカリオストロが走ってる姿が可愛いんでカリオストロの使用率と、あとメインクエストは結構ジークさんで遊んでました。上級者向き。上級者向きいやめちゃくちゃ攻撃力高くて気持ちいいんですよ、ジークさんが。では次は、メインストーリーで最初に解放されたキャラクターランキングです。はい、1位がナルメア、2位がカリオストロ、3位がゼタという順になりました。キャラクター解放についてはやはり皆さん最初に加入させるキャラクターっていうことで、一番のお気に入りキャラクターを選択されている方が多かったようです。なるほど。もうこれそのままリリンク内での人気キャラクター順みたいなものですよね。近しい部分がね、あるかもしれないですね。ね。ちなみにやっぱ女性陣がこう1位から5位から上位っていう形だと思うんですけど、気になるランちゃん。一応ね。ランちゃん。ランスロットは12キャラクター中7位という。惜しい。ですけど男性キャラとしてはパーシバルに次いで2位という結果になってます。男性キャラの中でのみたいなこういうのねあるんですよね。結構女性キャラが結構上に固まってるというになりましたね、今回は。ありがたいですね。次は、希少な称号ランキングです。これは取得率の低い称号なんですが、チャプターセレクト難易度アルティメットの全チャプターを3回クリアっていうのが条件で獲得できる称号、極みが首位でした。2位が極みと同じ条件で回数が1回少ないパーフェクトヒーロー、3位が15人の団員の覚醒武器を最終段階まで強化することが条件のアルティメットオールラウンダーとなりました。なかなかねハードルのすごいですよ。ひしめく中でもガンダゴーザさんの称号が2つランクインという、こちらはどういった感じですかね。これはそうですね、内容を見るに覚醒武器をっていうものを最後まで強化するにはこの称号獲得が必要なんですけど、希少っていうことはガンダゴーザの覚醒武器を最後まで強化した人が一番少ないってことです。希少の意味がそういうことか。ランクインしてるけどもある意味こう取得率が低いっていう。季節的にはそうです。そういうことか。使用されている数が一番低いキャラクターがガンダゴーザということが。なるほど。それ明言しなくていいんじゃないですか。これね、こうでしたでね。
ねえ希少な称号ということで、はい、次は、希少な称号ランキングの番外編です。クエスト週末のビジョン関連の取得称号ランキングです。ルシファーの最近ですよ、はい、ルシファーを1回撃破すると獲得できる打天使の王凌駕摂氏英雄は全体の 15% ほど所有しているようですね。すごいですね。結構ねまだ新しいクエストではありますけど、結構もう取得されている方が多いということなんですね。はい、そうですね。全体の 15% 超えっていうとねやっぱなかなかな数が結構多いですねこれですよね。はい、発売から実装までの約1ヶ月半で皆さんかなりキャラクターの育成を頑張っていただけたようです。で、一度も瀕死にならずさらにアイテムを使用せず10分以内にクリアという条件の虚勢というとてつもなく難しい、称号があるんですが、これも全体の 2.7% っていうのもちょっと個人的にはかなり多いなと感じてます。本当にすごいすごい。だって感じです。瀕死にもならないですもんね。ハードルが相当高い中これをクリアしてらっしゃる、はい、相当難しいすごい。リンクをこうアクション RPG としてねやり込んでいただいている方が多いっていうことの筋の表れかもしれないですね。はい、次は最も、多く最大強化されている究極武器ランキングです。はい、1位はナルメアの天の幅切り、2位はゼタのゲイボルグ、3位はカリオストロのゾーシモスとなりました。もうさっきのね最初に解放されたキャラクターとやっぱり同じような顔ぶれになってますね。でも最初から最後までそれだけキャラクターをね使い込んでくださっているっていうことなんでしょうかね。そうなんだと思いますね。で特徴的なのが5位にイオのカルケウスがランキングしているところですかね。なんか原作視点でいうとすげえ高そうな武器を見せた。そうですね。はい、貴重な。主要キャラのランキングだとイオは9位だったんですけど、究極武器を作成するようなリリンクをやり込んでいただいている方々っていうのはイオの強さに注目して制作率が上がっているのかなと思います。なるほど。これ余談なんですけど、今のリストの中にガラティーンってあったじゃないですか。はい、そうなんですよ。この武器なんやねんみたいな感想が、原作にないので、そうなんですよ。なんやねんって結構見たんですけど、これってなんだ原作のサービスインする前から素材としては書いてたもので、なんかリリースするタイミングを見失ってずっとじゃあ一応データとしては原作にも、一応資料としては存在しているっていうことなんですね。実装はしてないんですけど、じゃあいつか原作に逆輸入してくる可能性はタイミングがあれば、これだけある意味、上位にね食い込んでいる武器でもあるってことだと思うんで、ね、もしかしたらあるかもしれない。究極武器何にしようみたいなの選んでた時に、一つぐらいそういうのがあっても面白いんじゃないかみたいなところで引っ張り出してきた記憶はあります。そう僕もどう触れようかなって武器だしその高そうな武器やっていた時にこれはっていう感じだったんですけど、そういうストーリーがあったんですね。面白い。はい、次はキャラクター強化 100% 達成ランキングです。メンツがやはりナルメア、ゼタ、カリオストロと人気キャラクターが順当に上位を占める結果となりました。愛がすごいですね。やっぱり愛ですよね。でもラカムがこの中にねちょっというのも嬉しいですけれども、ちなみにランちゃんちょっと台本上ランちゃんあったりですね。ランスロットは19キャラ中9位で、ラカムとオイゲンに続いて男性キャラの中では3位。続いてなんだ。遠隔キャラ強いから。そうか。でもそうなるとね、遠隔キャラ以外では1位ということなんです。そういうことになりますね。さっきのパーの野郎よりはちょっと上に行ったということですけど、そこについてるの嬉しいことですよね。ありがとうございます。続いてキャラクターごとのアビリティセットランキングになります。数が多いのでスライド複数枚でご紹介します。うわ、すごいですね。フラット。こんだけやっぱね、主人公グランジータはアビリティの数が多いなと思いますけど、ラカムのデュレーションが結構やっぱりね、モーション的にすごい話題にはなった割には一番下なんですね。実用化と言われるという。確かにちょっと意外ですね。使いやすいアビリティではあるんですが。話題。確かに。
皆さん結構攻撃的なのかなというふうに、そうですね、はい、見て取れますね。早く討伐しようっていう意思を感じますね。そういうことですよね。はい、こちらのキャラクターは初期キャラクターということで、集計データとしては初期設定になっているアビリティが上位に上がりやすい傾向はありそうですね。なるほど。で次のスライドはこのようになっています。はい、最近よく見るアビリティとしてはルシファー戦追加後ベインのランパートをよく見る機会が増えたかなと。そう本当開幕のパラダイスロストにランパートを合わせてくれるベインはめちゃかっこいいし、私はランパート全然うまく使えなくて、あらま。はいちょっと遠いところでみんなが走ってくるの大変みたいな自分だけ守りたいみたいな気持ちがちょっと強く出ちゃってちょっとチキンなランパートを披露してはいそうなんですよ。上手い人本当にかっこいいかっこいいですよね。いやここで来るのランパートみたいなタイミングバッチリっていうね憧れます。はい。じゃあ次のスライドお願いします。はい。特徴的なのは井戸のアビリティがかなりまんべんなく選択されているところですかね。攻撃アビリティがどれも使いやすいスキルセットに井戸はなってるんで、好みに応じて選んでいただけてるのかなと思います。私カリオストロのミミックドールが大好きなんで結構はい設定してますね。そういう意味ではカリオストロも結構まばらというか、そうですね、結構バランスがいい感じですね。ばらついてる感じありますね。やっぱり一番使われているのがファンタズマゴリアで、みんなのバフなので、サポートとして使われているのがやっぱ多いんですね。やっぱり優先されますよね。役割がしっかりしてます。そうですね。ということでリリンクレポートは以上となります。今後プレイを始める方がいましたらキャラクターやアビリティなどの参考として、もらえるといいかなと思い、公表させていただきました。はい、梶さんありがとうございました。というわけで小野さんこうして見てみていかがでしたか？リリンクのキャラクターの中でも、ナルミヤがね常に上位にいるっていうのがやっぱりこの根強い人気というか不動の感じがねありましたけれど、ランちゃんもねこうしてやっぱり男性キャラの中でも使っていただいていたりっていうのをちょっと知れて嬉しかったなというのと、今回ちょっとこのパート3で最後とのことなんですけど、これを受けてのまた新たなね情報とかアップデートとかも経ての、またアップデートされたランキングだったり使用率みたいなのも変化あると思うので、またなんか知れる機会があったら嬉しいですよね。そうですね、アップデートでキャラクターやコンテンツ今後増えるので、なんかの節目のタイミングで考えてみてもいいかもしれない。4があるのかないのか。いやこれはだってまだねいろいろ期待なアップデートがあるわけですから。ファイナルラストがあるのかどうなのか。あるかもしれません。アルティメットスーパーファイナルラストがあるのかないのか。ちょっとねちょっと期待しちゃいましょう。はい、というわけで以上リリンクレポートのコーナーでした。次のコーナーはこちらです。バージョン 1.2.0 アップデート情報のコーナー。こちらのコーナーでは明日4月26日配信となるアップデート内容についてご紹介いただきます。では早速福原さんお願いします。はい、もう明日なんですが4月26日の、日本時間14時頃よりバージョン 1.2.0 アップデートを配信予定となっております。でいくつか、追加要素ありまして、目玉としてはプレイヤブルキャラクターのシエテとソンの追加が一番大きいかなと思います。ので、まずはそちらからご紹介していければなと思います。プレイヤブルキャラクターっていうところで、何はともあれどんなアクションをするのかっていうところが、気になるところかなと思いますので、ちょっと実機プレイを交えて紹介していきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。わあ、かっこいい。もうかっこいい。これは待機モーションですね。かっこいい。船壊さないでね。いやそのぐらいの力パワーありますからね。そうなんですよ。ポテンシャルありますから。モーションも見せて。あ、ご機嫌いかが？わあ、教えてな。同じのでもパターンが結構いいじゃない。いいじゃない。頑張っちゃうよ。いいですね。エモートはなんか体験版の時点で結構キャラごとに全部ユニークだみたいなのが話題になってたんですけど、もちろんシエテ、ソーンも
同じく用意されてるんで、すげえ、これはすごいわ。まあ、じゃあアクションの方をちょっとやってみます。はい、ぜひぜひ。やっぱ10点集だからどんな動きをするのか気になりますよね。はい、じゃあまず基本の性能からご紹介します。まあ、強いて通常攻撃を最後までつなげていくと牽制ゲージっていうものが増えていきます。おおおこの丸いやつですね。溜まってってる。あ、蹴ったりもする。ね。でゲージが溜まると出た。こう献身っていうものを召喚できるようになります。召喚してる間はこう通常攻撃に参加して追加ダメージも与えてくれると。まあ衣装も最終衣装になって。ねえ、ああ、やららら。はい。ので基本的にはこのゲージを貯めつつ要所でその献身を召喚して、まあ、ダメージを稼いでいくみたいなプレイになるかなと。うわ、おお。決めた。すごい。お、あら、かっこいいね、出方も。献身呼び出し中通常攻撃の他にアビリティももちろん強化されまして、リンクアタックもですね、まあ、アビリティ一部そうですね、まあ、インフィニートクレアーレはこれ遠距離からもあ、わあ、かっこいい。すごい派手な技です。でバリードが突進技ですね。おお、この距離からでも。はい、いいですね。素早く仕掛けられますと。うん。でテンペスターレがこれは献身ゲージを一気にマックスにしつつ、まあ、自分の攻撃力アップ、クリティカル率アップっていうのを、まあ、付与する自己強化技です。わあ。あといや、切り方かっこよ。モーションもだいぶうん。 3つ剣使ってますからね。そうですよね。すごい。わあ。かなり雑にプレイしてても気持ちいいんじゃないかな。これは爽快感すごいですね。いやー、これはもしかしたらパッと4ができた時に配信がランキングに上がってくる可能性はありますよね。主要キャラクター。かうん。っこいい。すげえ。最後のこの七星のきらめきはまあ原作でいう4アビというかおおおお。チャージ時間がめっちゃ長いんですけど、まあ、自分含めパーティーメンバー全員の奥義ゲージをマックスにするっていうものです。なるほど。でも最終解放のイラストを再現してくれてるのがすごい、フねァンとしてはたまらないですね。いやー。せっかくなんで、まあ、奥義を起きた。うわー、かっうわー一瞬モノクロ演出みたいな。こいい。ららら。うんいやはい、まあそんな感じになっておりー、ます。これはやりたくなりますね。はい、じゃあ次はソーンの紹介といきたいと思います。はい。わわわわ、早くもデフォルトでこれですか。デフォルトで、はい、わあ。へえ。これは使いたい。妹もまあ浮いてるなりの結構独特な感じというか、座るとか僕気に入ってます。どうやって座るの？足組んでくれるんだ。これは空気椅子という概念でよろしいんですかね。そうですでも難しい感じですよね。うわー、かわいい。うん、かわやってみますか。あら。いい。うわー、いいですね。はい、じゃあまあソーンのそうですね、基本性能というか特徴ですね。まあ、通常攻撃と特殊攻撃を組み合わせていろいろできるっていうのは、まあ、他のキャラクターと同じなんですけど、まあ、移動しながらこう遠距離攻撃ができるっていうのがまあ特徴になっています。ああ、すげえすげえすげえ。なんかすごい。あらららら。あ、これはラカムとイゲンの立場がちょっと歩み出すのは。あー、かっこいい。かわいい。でこの攻撃してると
マガンレベルっていうものが溜まっていくんですけど、レベルが今この2ってなってるやつですね。でこれが溜まるとですね、特殊攻撃時の矢の本数が増加します。3ですけど、4になった。おお、結構いいペースで上がっていきますね。6、10まで溜まります。おお、すげえ。ああ、ついた。でこれまあ2以上あれば使えるんですけど、こうマルチロックとして一斉にこう、あららららららら。で今特訓1人しかいないんでちょっと分かりづらいんですけど、敵が多いとその分ばらけて、広範囲に攻撃できるっていうものになってます。なるほど。ああ、いいですね。もう強そう。うん。でアビリティが今これがマーキュライトは、これはバフですね。実攻撃力アップと幻影、原作と同じやつ。でディプラビティはあれです。デバフをいっぱい入ってくるやつですいっぱい打ったね。こっちにこう。でクリンチャーは、一撃放つダメージアビリティなんですけど、弱体効果が敵に付与されている数が多いほどダメージが伸びるっていう、どう。仁王のいさかいは、ダメージ与えつつ弱体効果の、時間を延長するっていうものですね。じゃあ奥義なんですが、奥義もせっかくなんで、おお。ああ、すごい。おららららららら。特訓。いやー、すげえ。いいですね、かっこいい。で奥義発動すると自分に戦雷のカブラヤっていうバフが付与されるんですけど、それの効果中は攻撃アビリティが強化されつつ、麻痺効果が付与されるようになってます。おお。これで本当だ。麻痺付与しつつこれで延長するみたいな。なるほど。原作と同じですね。そうだ、通常攻撃とかためもできる。本当だ。でコンボの各段階でもできるんで結構自由度が広いキャラになってます。やっぱ派手だから見てて本当にプレイしてて気持ちいいんですよね。やっぱシエテとソーンは10点集というところで、やっぱエフェクトもちょっと差別化というか、すごい星の海的なエフェクトもすごい力入れて作ってるんで、かなり見栄えがすごいキャラになったかなとは思います。ちょっと特別感ありますよね。ありますね。はい、という感じで、2人とも、これまでのキャラクターとはまたさらに違うアクションが楽しめるので、ぜひ開放して楽しんでいただけたらなと思ってます。やっぱちょっと気になるんですけれども、シエテとソーンってやっぱ特殊な条件下での開放だったりするんでしょうか。やっぱ10点集ということでね、原作の方でもやっぱり結構いろいろな条件があったりしたんですけれども、確かに。そうです。そこに関してはまず星の古戦場っていうものがありまして、そこで対応する転生機っていうのがあるんですけど、それを手に入れて真にして属性変更してさらにめちゃくちゃ強化してっていうことにはならない。ならないですね。ならないです。そこは原作通りじゃなく、ちょっと違う形のよかそうなんですね。よかった。違います。とは言ってもやっぱり通常のキャラクターとは、違う方法で解放することになります。やっぱそこそうですよね。でその解放条件なんですが、シエテとソーンの加入条件としてはそれぞれの専用のキャラクター解放チケットっていうものが必要になります。この専用の解放チケットは、よろずやシェロでトレジャー交換をすることで入手できるんですが、交換素材として、究極たる逸話の極意という新しいアイテムが複数個必要になってき
きます。でその、究極たる器の極意、じゃあどこで手に入るのかっていう話になるんですが、これが新しく追加されるクエストで、手に入るようになっています。あら、でこのバージョン 1.2.0 では新しく2つのクエストが追加されます。でそれぞれで新しいエネミーも登場するんで、どんなやつらなのか、まずは映像の方をご覧ください。よし行こおおやおやおやなんかあれ見覚えのある。あらららららら馴染みがある人はいるかもしれない。いやもうね原作ねプレイしている私たちとしては、割とちょっと前もそうみたいな、そうですそう絡みがあったような気が。はい。あらららあらららら。おっとこれはもしや。あらららあらしかも結構強そう。あらよく踏ん張った。いやオーバードライブ。ねちょっと改めてちょっと突っ込ませていただきますけど、はい古戦場じゃねえか。結局これなんかさっきなんかネタでね、なんかじゃなくてみたいなの言ってましたけど、いや古戦場ではないですね。いやどの口が言う。これなんですねでも。はい。そうですか。これあくまでクエストなんですけど、あくまでクエスト。はい。この2つのクエストが追加されますと、でこれらのクエストではクリアすることで転生のメダリオンというアイテムが手に入ります。でそれを一定数集めてよろずやシェロに行くと、それを究極たる器の極意と交換するという流れになってます。のでクエスト名は極利好戦的な魔物たちと震える胸郭で古戦場ではない。いや極利極利いっちゃってますよ。けど完全に予選いってるじゃないですか。そうですね。そこぐらいですね。ランキングとかもないんで、なるほど。そうなんだ。いやでもなんかねメダリオンというアイテムが手に入るということですけど、やっぱりなんかね目玉とねベヒモス本名呼んであげて。目玉として言われない。アーリマンとベヒモス。やっぱね原作の方でもねいろいろとお肉の数が違ったりとかしますけど、リリンクの方でも実はメダリオンの数が違ったりとかそういう要素はあったりするんですか。そうですね。2つあるというところで、難易度が違うんですね。もちろんアーリマンの方が簡単なクエストになってて、でその極利の方、アーリマンの方は難易度エクストリームになってるんで、最上位のプラウドではなくてエクストリームなので、これからプラウドに挑んでいく方であるとか、まだキャラクター育てきってないっていう方が、嬉しいジーンが手に入りやすくなってたりとかっていう要素もあるんで、ここからエンドコンテンツ頑張るぞみたいな方がちょっとお得な内容になってたりします。そっか、なんか私てっきりやっぱりシエテとソン仲間にするにはある程度自分のねキャラクターたち育ててないと仲間にするの難しいかなって思ってましたけど、エクストリームぐらいだったらね、結構手軽に挑戦できるので、仲間にしやすいなっていうので今すごいホッとしました。でその反面で、ベヒーモスの方はその最高難易度のプラウドなんですけど、多めのメダリオンがもちろん出ますし、あとレアなんですけど究極たる器の極意も、直接ドロップしたりする可能性もあるんで、ルシファーもう楽勝だよみたいな方は、ベヒーモス戦遊んでいただくのが、お得になってたりっていう、遊び分けができるようになってます。なるほど。ということは、クエストの難易度的には、十分戦力が揃った方はベヒーモス戦やっていただいて、クエストに挑戦して直ドロをね、直接ドロップを狙っていただくっていう形でやってもらって、まだね私みたいに戦力ね全然まだ整ってないけど頑張りたいよっていう方は、アーリマン戦の方でクエストをやって素材を集めていくっていうのが良さそうな感じですね。そうです。そうです。のでそうですね、エンドコンテンツ攻略しきってなくてもシエテソンの解放を目指してもらえるようになってますんで、現状のそのキャラクターの強さとか進行度に合わせて、目指してもらえたらなと思ってます。
次ですが、シエテとソンは特殊なキャラクターというところで、解放条件以外にも他のキャラクターと異なる部分がいくつかあります。でただどれも細かい要素にはなりますので、ちょっと紹介していければなと思ってます。はい。まずはフェイトエピソードですね。これはもちろんあります。おー、ので嬉しい。そうですね。これについては日高から紹介してもらいます。はい。ネタバレしない範囲でお伝えしますと、シエテとソンの、フェイトエピソードは、リリンクの、メインストーリーの後日談的な内容になっております。はい。で、10点集であるシエテとソンがなぜメインストーリーの後にゼーガグランデ空域を訪れることになったのかっていうところとか、あとは10点集という、全空に轟く立場っていうところでゼーガグランデのこの空域にどう影響していくのかっていうところが見どころになっております。であとは、リリンクで新登場した人物たち、ローランとかっていったところとの交流も描かれているので、楽しみにしていただけたらなと思っております。はい。そうです。シエテとソン他のキャラクターたちと前提が違うので、そのフェイトエピソードの追加要素として、発売後に出るコンテンツとしてのインパクトみたいなのをすごい考えた時期があって、結構難産だったような気はするんですが、その分結構面白いお話になってるんじゃないかなと思います。そうですね。はい。あと彼らはメインストーリーの後に加入することになるんですけれども、チャプターセレクトを使えばですね、物語の一番最初から、自分のプレイヤブルキャラとして使用することもできます。はい、で、他のキャラクターたち同様に、ストーリーの中の専用のセリフも多数収録されておりますし、他のキャラとの掛け合いというところもありますんで、2人が好きな方はぜひプレイしていただければなと思います。うわー、私メインストーリーで絶対再生したいシーンはやっぱりあるんですよ。なんとなく想像。はい、絶対再生したいシーンがあるんで、そこちょっとね、シエテとソーンでもね見てみたいです。思い出の改ざんができるということですね、これ。そう、追体験というか。すげえ。もしもの話が繰り広げられるので、はい。長いね。いやでもこれちょっと全部確認していきたくなりますね。本当に、はい、もうね改めてプレイし直すきっかけになると思うので、ぜひぜひ皆さんやってみましょう。はい。次にシエテとソーンのキャラクター専用寺院についてご紹介です。はい。シエテとソーンともに4種類のキャラクター専用寺院が同時実装されます。これらの寺院はすべてトレジャー交換で入手可能になっているんですが、剣聖の連騎、剣聖の先陣、魔眼の番宣、魔眼の乱舞という、この表にある上2つは寺院連成からも入手可能になっています。各寺院の詳細はご覧の通りなのですが、それぞれ特徴的な効果の寺院になっているので、どれを使って遊ぶかっていうのをいろいろ試行錯誤していただいて、自分のプレイスタイルにしっくりはまるものを見つけていただけたらなと思います。次に、これも大事な補足になります。シエテとソンを含む追加キャラクターに関しては武器が、防御特化と覚醒の2種類のみとなってます。ただデフォルトで付与されているスキルがですね、特別な構成になってまして、その分他のキャラクターとはまた違ったスキルビルドが楽しめるかと思いますので、ご期待ください。また、プロトバハムートから入手する究極武器がないっていうことになるんですが、究極武器に付与されているカタストロフィーっていうスキルを付与できる寺院が、シエテとソーン用に用意されていますので、究極武器と同等の火力を出すことも、可能になってますので、安心していただければなと、思います。なるほど。ここまではシエテとソーンの固有寺院武器のご紹介でしたが、全キャラクターが使用できる新たな寺院も多数実装されます。バージョン 1.2.0 ではこれらの3つの寺院が追加されます。カニ寺院。アルティメットだ。このアルティメットカニ寺院と気になりますね。っていうものは HP 上昇系の寺院で、既存のものと比較すると、最大 HP を伸ばしやすいものになってるかなと思います。でオートポーションは、名前の通りですね、 HP が一定以下の時にポーションを自動で使用するという、便利なものになってます。なんか耐久性が上がるような寺院が多めに追加されるっていうのがなんか次に
新しく追加されるコンテンツとかに関係があったりするんですか？ちょっとやっぱそれなりに強いのが出るのかなっていう。番組中にメタ読みをするというどうなんでしょう、そこのとこ。これは鋭いですね。なんだよあら、痛いとこついちゃいました。あらあら、あらあら。これ一応究極武器を手に入れる前の段階であったりとか、進行度がそこまで極まった方じゃない人が追いつきやすかったり戦いやすくなるためのものっていうのがメインの目的だったりするんですけど、お察しの通りベヒーモスとか、結構な強さで襲いかかってくるので、そういった意味でも耐久を上げて挑んでいただけるようにっていうのは、考えて作られております。考えあったんや。なるほど。なんか原作って言い方変にしますけれども、の方だとあんな強い印象なかったんですよね。めちゃくちゃ猛攻な感じがね、ベヒーモスちゃんバーンってすごい。私気になるのはベヒーモスHP50% ゾーンがどうなるのかちょっと気になってて、いつもはなんか割とスキップできるというかね。そうですね。変石になってペンってやっちゃえるけど、食らうとなると、リリンクでちょっとね強さを実感するかもしれないですね。かもしれないな、これは。セーガグランデの魔物凶暴って言われてますから、おっと、グリポンがこんなに強いのかみたいな。そうだった。これは極利もんですよ。極利しなきゃ。確かにこれは。はい。でそしてこの他に各キャラクターの新しい専用寺院っていうものも登場します。ただここで全キャラクター分紹介してしまうとちょっと時間が足りなくなってしまうので、詳細は割愛させていただくんですが、どれも面白い性能になっていると思いますので、実装後に見ていただいてですね、改めて編成とか、戦略を練っていただけたら、嬉しいです。はい、お願いします。次に、機能アップデートについてです。多数ご要望いただいていた寺院連成の一括連成が実装されます。これは結構皆さん嬉しいと思いますね。以上実機でお見せできればなと思います。はい。寺院連成、今まではそうですね、一個一個やってたんですけど、実行回数が選べます。3つならで最大30回までできます。はい、こんな感じで。気持ちいいですね。いいっすね。まとめて出てくるの嬉しい。はい、そんな感じになります。嬉しいです。やっぱ快適ですね。はい。と気持ちいいし、もうサクッと終わりますね。ちょっとここちょっとご不便おかけしていた部分あったかなと思うんですが、これ発売前からもう開発開始してまして、そうだったんですね。で本来バージョン 1.3.0 で、5月下旬ので行く予定だったんですけど、ちょっと担当者の頑張りにより 1.2 にねじ込んでもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に追加機能に関してなんですけど、一つ一つすぐ入れたいところであるんですけど、いろんなところにやっぱり影響がありまして、チェックに時間がかかってしまったりする中、頑張って一応ねじ込みましたので、皆様本当にお待たせして申し訳なかったんですが、便利になったかと思いますので、ぜひご活用ください。はい、ありがとうございます。次は、キャラクター調整についてです。バージョン 1.2.0 でキャラクター調整っていうのを行うんですけど、方針としては他キャラクターと比較して、不便だとか使い勝手が悪いって感じられているアクションやアビリティの、情報修正というものになります。でバージョン 1.1.0、3月のアップデートでいくつか不具合修正で例えばアビリティ使用なしでチャージ短縮できていたみたいなものが結構あったんですけど、それを修正させていただいたんですけど、結果として、弱体化になってしまったというのもあり、そちらは申し訳ありませんでした。で今回はそういったものはありませんので、単純に強くなるような調整がほぼ全てとなります。でちなみに対象は全キャラクターではないので、こちら、ご了承いただけますと助かります。ただ対象キャラ自体は多いです。はい、詳細な調整内容については放送終了後にパッチノートを公開予定なので、そちらをご覧ください。
次は、優勝コンテンツの紹介となりますが、新たなエモートセットが登場します。で今回のエモートのテーマが筋トレになってましてワンモセちょっとこちらご覧ください。おやおや、お三方がよろしくね。どうぞよろし考えてく。おりますが、おもむろにあららら、腕立て伏せ。おお、だいぶシュールですねこれ。あらー、可愛いわね。なんだおやおや、おお、なめめやは腹筋。いいんじゃ、頑張っとる。これもキャラクターごとに結構違っててですね、カリオストロとかロゼッタさんがかなり面白い感じになってる。マジっすか。なんだ。気になり見てほしいですね。はい。おお、終わっナルメアが今筋トレ終わった後にちょっとこうやってありがとうございました的なお辞儀をするのが良かったですね。た。剣のこの昔ね、スケガンもかっこよかったですしね。すごいな。こだわりが感じますね。筋トレが好きだっていう方は、はい、どういう癖かわかんないですけどね。でも全キャラチェックは絶対にします。ねえはい。はい、次ですが新たなキャラクターカラーパックも登場します。おお。でこちらもご覧ください。すごい。これは金これはピカなのか。金です。すごい金ですね。過剰にピカだなって思うんですけど、そうっすね。これそもそもなんだっけっていう、なんだ。なんか開発中に何かの検証をしてて、ええやんってなって生まれた記憶はあるんですけど。ああ、なるほど。じゃあ偶然の産物みたいな感じなんですか？いやこれ鎧とか金属の質感が一時期バグってツルツルになった時期がはい。楽しそう。でそれを金色にしたらええやんみたいな感じになってそこから調整になったんですけどいろんなステージがリリンクあって、金色が光りすぎてキャラが見えなくなったりとか、そんなに発光度合いとかもあってちょっと調整に時間かかっちゃったんですけど、環境に変化を及ぼすレベルの確かに。やり方したんですね。で太陽の光が上がったらピカーってなっちゃったり確かにってことですよね。光りすぎちゃったりもしたんですけど、そういう経緯でしたね。偶然の産物ではあるんですけど、一応その DLC としてちゃんと調整して作りましたんで、商品としてきちんとお届けできる形に。おお。そういう開発だけだった楽しみが我々も一緒に楽しめるようになったということですね。ね。ね多分相当面白かったでしょうね。いや、ピッカピカだよみたいな。なんだろうなっていうのだけはすごい伝わりました。そのノリが僕らの元にも。ありがとうございます。はい、次ですが追加キャラクターセットのご紹介です。おお。シエテとソーンの専用のキャラクター開放チケットの交換に必要な、究極たる器の極意が封入されているほか、キャラクター専用寺院もセットになっているというものです。はい、ので、さらにダマスカスコーン5個封入されていますので、加入したシエテソーンの武器強化もしやすくなってます。これそのアップデート後にとにかくすぐにシエテとソーンを使いたいっていう方ですとか、これからリリンク買うんだよねっていう方が、最初からシエテで遊びたいんだけどみたいな方におすすめのものになってますんで、ぜひご検討くださいという感じですね。なるほど。確かにここからシエテソーンが実装されるならやりたいっていう人にとってはね、メインストーリーもやってその後に加入かってなるとちょっと道のり遠く感じちゃいますからね。これもすごくありがたいですね。ですね。で以上が、明日4月26日にアップデートとなるバージョン 1.2.0 の情報でした。他にも細かい調整内容あるんですけど、そちらは番組終了後に公開となるパッチノートに、詳細記載されてますんでご確認いただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、福原さんありがとうございました。続いてはバージョン 1.3.0 アップデート情報について引き続きお願いします。はい、引き続きですが、バージョン 1.3.0 アップデートは、来月5月下旬の配信を予定しています。で 1.3.0 の目玉としては、プレイヤブルキャラクターのサンダルフォン追加かなと思いますので、そちらからご紹介していきます。お願いします。
フォー、サンディ動いている。ほサンちゃん、あらそんな待機モーションなの？う、あら。いやー、いい足とヒールですね。ヒールもね、はい。あのキラキラもちゃんと再現されてる。ねえ。すげえ。わビルが高いですね。そうですよね。そんなもんおるか。ー、いや、そこがいいんですよ。あ、なんか言った。挨拶した。なんだ、さんちゃん。ご機嫌いかが？あ、どうもどうも。どうも。ちょっとふてぶてしいそう。ですね。悔しがる。悔しがる。次こそは。あ背を向けて。いいね、悔しい顔見せないさんちゃん。いいじゃん。らー、カメラ回転させちゃうからね。ガッチ向けよれ。お顔見ちゃうよって。じゃあサンダルフォンの基本性能をご紹介します。はい。まず特徴としては通常攻撃をタイミングよくヒットさせることでジャスト攻撃っていう判定になります。これはジークフリートさんと同じですね。なるほど。でそれをヒットさせていくと、失敗した。おお。あら。え？わ成功させていくと、この天使長ゲージっていうものが、小ゲージ。上昇してきます。天使小ゲージが溜まっているぞ。喋りながらやると失敗する。確かにタイミングですからね。確かにこれは押していればいいというわけではない。ああ、決まった。あともうちょい。三角ボタンが、ステップ回避、これがランスロットに近しいものになってまして、なるほど。回避しながら攻撃するっていう。おお。ランスロットは回避と攻撃同時ですけど、サンダルはそこは分離されてます。移動だけとパラメータみたいな。おお。でこの天使長ゲージは三角長押しでも貯めることができます。コンボの方が全然早いんですけど。来た。おお。でこれ貯めて三角ボタンを押すと天使長モードっていうものに。天使長モードだ。すげえ。ここはジャスト攻撃とかはなくて、連打で攻撃できるっていうものですね。いや、これはすげえ。でアビリティも専用のものになってまして、どれも結構強力なものになってます。俺を舐める。かっこよ。うわー、いや、この羽モードのサンちゃんをね、まさか扱えるが来ようとは。すげえすげえすげえ。わあ、決まった。10点集とは違う方向性で相当派手な感じにはなってます、ね。すげえインパクト。かっけえ。あの羽の演算大変でしょうね。すごい。羽は大変ですね。そうですよね。アビリティが、今ついてるのブリージングだと、これ回復プラス弱体効果回復もついてます。はい。でノーウェイアウトは突進攻。おお。かっこいい。エクリプティカは、飛び道具です。おお、本当だ。パワーオブワンは、自分と仲間全員に攻撃力アップ、防御力アップ、クリティカル率アップ。連着と同じかね。おお。で奥義がですね、来ました。通常と天使長モードで違うんですけど、今回通常だけでいいか。あら。天使モードはお預けというやつですか。まだちょっと先なんで、なるほど。出し惜しみしておきたい気持ちはなるほどな、みたいなところではありますが、ここは、通常モード。通常は、はい。通常だけど。画角かっこよ。手の画角かっこよ。こっからアップやって。かっこよすぎる。いや
すね。で天使長モードの時は、はいまあもちろんあの技になるんで、はい。あ、なるほど。あー、だからちょっとこのままなるほどね。こちらはちょっとはい、楽しみにしていただけたらなと。いやー、お預けか。でもこれはね、今の情報だけでもかなりやっぱみんなテンション上がったと思うので、はい、うわー、楽しみが増えました。はい、こんな感じです。まあ加入条件に関してはシエテとソーン同様に、まあ、特殊な形式となるんですが、まあそちらに関しては、まあ、5月下旬の配信をお待ちください。はい。はい、そうしますとサンダルフォンはフェイトエピソードと武器の使用とかメインストーリーのセリフなどは、まあ、シエテソーンと同じ形で実装されております。わー、ってことはこうサンちゃんと一緒に最初からみたいなはい、イフもありえる。もちろん、はい。わー、これは確かにさん方もう一周しないと。何周しても足りないぞこれ。なるほど。割と皆さんすごい喜ばれてるのが、やっぱり原作だとどうしても関係が薄いキャラクター同士っていうのもあるので、まあでもこのパーティーに自分で組めば、それらの普段あまり絡まない人たち同士の掛け合いも見ることができるんで、もちろんそこのサンダルフォンもいっぱい用意してますんで、もうこれ組み合わせの何通りあるかっていうのを試したらとんでもない数になりますから、うわいやちょっと皆様ね、いろいろいっぱい楽しめるっていうことで、はい、次はこちらです。完全な新機能が3つ追加されます。それぞれ実機でご紹介していきたいと思います。じゃあ、まあ1つ目が、まあ見えちゃってるんですが、マップが開けるようになります。これ結構待望されていた方もいらっしゃいましたよね。そうですね。まあ R3 ボタン長押しで、下に書いてあるんですけど、長押しで、まあこうオーバーレイでマップが表示されるようになります。こいつは便利。迷子にならなくて済みますね。でこのまま操作できるんで、まあ見ながら、まあ宝箱だったりトレジャーだったりって見ながら、はい、表示出てますね。ね、取り逃しがなくなるってことだ。で攻撃ボタンを押すとこう自動で解除されたりもします。これの拾うときはそのままです。いやこれは便利ですね。ね、便利便利。結構ねマップ広かったりするんで。あとこの画面にはないですけど、アーカイブの位置とかもまあ表示されるので、まあ探索もしやすくなるかなと思います。便利ですね。なるほど。まあリリンクミニマップがなくてもまあ迷わないようにっていうコンセプトでまあステージを設計してたりとか、まあ黒いぐらい目的地マーカーを表示したりしていたんですけど、まあやはり要望がとても多かったので、まあ遅くなりましたが追加させていただきました。カニ今出てますけど、こうやってマップ上でカニの位置って把握できるようになってるんですか？これ今表示されてないんですけど、チャプターセレクトからプレイしたときに、まあ要はエンディング到達後にマップに表示されるようになってます。出るんだ。嬉しい、カニ全部集めなきゃいけないから。よかった。シエテがカニ取ってくれた。でもこれめちゃくちゃ助かりますね、本当に。なるほど、やっぱカニの陣ね、協力ということで最初から取れちゃうとね。だからエンディング後にこうカニの陣、まあ結構強力なので、まあバランスが崩れすぎないようにこのようになってます。なるほど。これ初めてプレイする方とかね、こうやってカニも、ね、集めつつ、まあ、ね、全振りした方が、見ながら改めて全部集めるっていうのがね、そうですね。私もかなり取り逃しあって、ってことですよね。すごいショックだったんですよ。わお、結構拾ったはずが。はい、いやこれ取ってるでしょうって思ったら全然取れてないところがあって、これでぜひ活用します。はい。はい。でもう一つなんですが、結構目玉機能になるかなと思います。ちょっとこれも下に出てるんですが、フォトモードが追加されます。本当だ。おお。
あら。わあ、嘘。すげえエフェクトが出てるが、はい、でしたこの機能、紙機能です。まあフォトモードという名の通りですね、はいリンク内で写真が撮れる機能なんですが、まあちょっと機能が相当いろいろあるんで、もこれもちょっと操作しながら紹介できればなと思います。う。はまあフリーカメラでまあいろいろ見れるのはもちろんなんですけど、まあ画角であい。るわ、すげえ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 わあ、。こんなアップでお顔が見れる。うん。とか、まああとロール角おお、すげえ。カメラこう横にしながらみたいなやつもできちゃうんですね。まあこれはオプション的なやつですけど、うんあとは被写界深度あ、すを、ごい。一眼で撮ってるみたいな。はい、あら、まあ僕円形とか近景のボケ、ひー近距離か。あらら、遠距離遠くのね。あうんあとはフィルターがいろいろ、あー、あ、ら。かっこいい。うわあ、これだけでも雰囲気全然違いますね。まああとコントラストああ、いいです。と、まあこれフィルターですね。絵画調水彩画風にあ、本当だする。あそんなことまで。あとはまあブルーム、あまあ画像編集ソフトとかにあるような機能は大体揃ってるかすごいこだわりですね。全部入れちゃったんですか、それ。な。なんかこれ系を作る天才がいるらしく、天才が。うわ、ライトも。いやー、わあ、天才だ。結構すごいものになってるかなと思います。へえ。うわあ、まあビネットとあフレームとあ、か、あ、すごいすごいすごい。じゃあ俺プリクラみたいな感覚で楽しめますね。すげえ。あ、すごい。わあ、おもろ。ああ、こうやって変えられるんだ。あ、集中線。へえ、すごい。これはこういうクエスト最中でもこのフォトモードに移行できるんですか？あ、できますできます。バトル中でも、戦闘中でも。はい、カットシーンとかはできないですけうど、ん。まあ普通に操作してるフェーズであればどこでもいけます。そんなギリギリの戦いしてるところで急にカメラ構え出すみたいなことも可能ってことですね。じゃあマルチじゃないところでね、一人ではい表情表情も表情も捏造ができるってことですか？すごい。あら、これはあらららら。すごいのがこの目線です。こっち向いた。こっち向いたぞ。こっち向いた。ずっとこっちが追ってくれる。すごい。あら。すごはい、これはだいぶすごいと。うわー、これ天才が。天才がはいやってくれました。天才ありがとう。いや固定したままとかもまあできるんで。ああ、なるほどね。すっげえ。結構キャラごとに目線がカメラを向いてる具合っていうのがやっぱ体格が全然違うんで、うん全員パラメータ別でもってうわー、ナチ一人一人感性込めてすごい。天才と努力が合わさらないとできない本当ですね。いや、こんな素晴らしいモデリングでキャラクターを眺められるって本当に幸せですね。ね、ワクラン君も。すげえ。う B わを消せる機能もある。 B を消せる。なんか切ないけど、そうなんだ。 B どこ行った？ B もう消えてるとかないですよね。B 君。あとフレ自分で操作してるキャラ以外もこうやってああ、なるほど。表情いじれますね。ひえ。いや、すごいですねあ、。本当だ。はい、ので、おーまあメンバーを連れてって結構いろいろ工夫次第ではできるかなと思います。かあ、すごいな。すごい。これでまたたくさん皆さんの素敵なスクリーンショット、思い出のね一枚が上がってくるんですかね、SNS とかに。そうですね。うん。盛り上がってくれるのをちょっと期待してます。は
以上が、フォトモードのご紹介でしいやた。すごかったですね。すごかった。私は本当に最近ねたくさん絵を描いてるので、もういい資料が来た嬉しくてたまらないです。もう本当にファンにはたまらない機能ということでリリンクの世界をねより堪能できる機能になりそうです。アップデートがより楽しみになりました。はい。はい、これも新機能です。リトルスニッパーを拾い直す機能。え？どういうことですか？関連。カニ、はい。カニを拾うときに実は、各キャラクターで専用セリフが複数種類ずつあるんですが、はい確か集め切るともう聞けないっていう問題が発生してまして。確かに他キャラでも聞いたりしたいなとは思っていました。好きなだけ拾うようにできるようにしようとなりまして、で集め切ってる人は、はい。もうシエテとソーンが明日追加されてもはい。カニを拾ったボイスが聞けないんです。そうですねはい。はいはい。最初からやらない限りは。そうっすね。ので、1.3.0 からにはなりますが、はい無限に拾えるように。どういう？大事なことこれシエテとソンがずっとカニを拾う動画がアップされますよ。確かにさっき一種プレイの時になんかこんなところにみたいな言ってましたもんね。言ってました。はいあのセリフが確かに集め切っちゃってると聞けない問題が確かにあったと。そうです。でも無限に広げるってのはどういう概念ですか？そのカニのコンプリート数には影響しないんですけど、はい街に行くとそのスニッパーボーイっていうカニを保護している少年がいるんですけど、はい。そいつに話しかけることで近くにちょっとカニが放出されるんで、それをもう一回こう拾ってリリース拾ってリリースみたいな。落ち着いて拾うことが日の住むまでカニを拾えるってことなんですね。はいやでもこれはとてもファン思いな機能だなと思いました。すげえなグラブルって。ねそっか。そっかってことはさらに後に5月ね下旬に追加されるサンちゃんのカニを拾うボイスもここで聞ける？じゃあもちろんあるんで、はい、ってことですよね。好きなだけ聞いてほしいなと。好きなだけね。はい、サンちゃんカニ拾った時どんなボイス言うのがちょっと気になりますよね。それはそうっすね。ねいやこれは面白いアップデート素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、で次はちょっと細かい内容になるんですが、はいナルメアの胡蝶の数に、専用の表示がつくようになります。おーはい、胡蝶の数が分かりにくいっていうご意見があったので、こちらは発売後に開発を開始して 1.3.0 でお届けできるようになりました。わあ、こちら実用的なっていうとカニは何なんだって話になりますけど、どちらも愛を感じるアップデート。そうですね。ナルメアね使用している方もたくさんいらっしゃるので。そうですよね。実用的なアップデートです。もっとね本当に戦闘に向いたアップデートになりました。いやーすごい。ハヤチームのなんか愛情を感じますね。はいや本当に。お待ちいただければと思います。はい。はい。でバージョン 1.3.0 は、今ご紹介した他にも多数アップデートを、予定してます。で5月下旬というところで、もうちょっと先ではあるんですが、こちらもご期待いただければなと思います。はいここに出るやつがこうですね。ねボリューミーな感じサイドクエストの追加だったりとかもあるし、やっぱ気になるのがあるんですけど。はい機能アップデートの人合成っていう人同士を組み合わせてサブスキル調整することができるっていうのこれがこれ新しいやつ。これはそうですね、新しい機能というかコンテンツですね。へーこれがどういう形になるのかすごい楽しみなのと、あと個人的に嬉しいのがコントローラーの調整、はいはい。あれも結構、自分の使いやすいようにこう馴染む手に、ボタン配置設定できるのかなと思うとすごくありがたい機能だなと思っててこちらも楽しみにしてます。コントローラーはそうですね、カメラの調整と一緒で、体験版の直後くらいから、カメラとキーコンフィグって意見が2大巨頭ぐらいで多かったんですけど、カメラは結構早くできたんですけど、ちょっとコントローラーはお時間いただく形にはなってしまいましたが、1.3.0 でいけますんで、ちょっとお時間かかりましたが活用していただけたらなと思います。ありがとうございます。で以上が、バージョン 1.3.0 のご紹介でした。今日ご紹介しきれなかった追加要素もまだ今スライダーにありました通りありますんで、
5月に入ってから何かしらのタイミングで、X であるとか何かでお知らせしていければなと思ってますんで、楽しみにしていてください。はい、福原さんありがとうございました。さあそしてお送りしてきましたグラブルショーケースリリンクパート3、そろそろお別れのお時間になりました。というわけで結構ねボリューミーなのとユニークなアップデート情報もあったりしましたけれども、最後にそれぞれ感想を伺っていきたいと思います。まず小野さんいかがでしたでしょうか。はい、まず何よりねこのパート3という形で、ある意味帰ってきた、ね、ファイナルラストという形で参加できたこと自体も嬉しかったんですけれども、たくさんのアップデート内容だったりとか、これまでの振り返りとかその使用率とかね、そういう部分のデータが見られたのは嬉しかったんですけど、さっきの無限カニ拾いアップデートあそこにそうだグラブル開発チームってこうだったなっていうなんかその匂いをまた感じて嬉しかったですね。ちょっと遊び要素がありますよね。そうなんですよ。それでいて本当に確かに拾い切っちゃうともう音声聞けないっていうところが確かに実用でもあるんですよね。そういうなんか遊び心ありつつ本当に求めていらっしゃる方もいるっていうところに届くこういうアップデートもねしていただけることはやっぱりチームの愛を感じますので、改めて素敵なチームにこうやってね参加させてもらえて嬉しいなと思っております。皆さんもぜひこれからねまた明日ですかね、この日付的にはアップデート待ってますし、これからもまだあったりするそうですし、4ももしかしたら分かんないですけれどもね、皆さんのお声次第ではまだ帰ってくるかもしれないので、ぜひ引き続き楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。今日はありがとうございました。はい、そして加藤先輩も。はい。そうですね、私もね本当に原作のグラブルの方からもう大好きな作品ではありますし、リリンクの方もねたくさんプレイして、すごく愛の溢れているなというのを実感しております。今回のねアップデート内容だったりとかもやっぱり原作をすごく大事にしているっていうのも感じますし、より遊びやすく戦闘の面だったりさっきのねミニマップの件だったりとかもやっぱりそういうユーザーの声をねこう取り入れてより遊びやすくしたい、いろんなたくさんの人に遊んでもらいたいっていうのをねすごく感じるアップデート内容でした。いやもう本当にグラブルに関してはもうそのファンの方がいかにこう喜んでもらえるかっていうのがすごく伝わってくる内容、フォトモードだったりとかキャラクターを、ね、大事にしているんだなっていうのがすごく伝わってきました。今後のアップデートの内容、明日ねまず 1.2.0 が、アップデートが行われるということなので、ぜひシエテとソウも仲間にしていただいて、また新しいメインストーリーをね、もう一周遊んだりたくさん楽しんでいただければなと思っております。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは日高さんいかがでしたか。はい、そうですね、我々が長年かけて本当にこのゼーガグランデ空域に用意してきたものというのを今日本当に最後の全て発表しきったのでやりきったなという気持ちでいっぱいです。ただ、グラブルはもちろん続いていきますし、ゼーガの人々の物語というのも、その一部として終わらないというところありますんで、皆さんが好きになってくださった各キャラクターたちとかこの物語というものを、なんだろうな、人気しっかり出てくれたんで続けていきたいなって思っているところもあります。まだ詳しいことは何もないんですけど、はい、なので、まずはともあれ、1.2.0 と 1.3.0 というこのリリンクの最後の、物語コンテンツまでしっかり遊んでいただければなと思っております。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは梶さんお願いいたします。はい、改めましてリリンク遊んでくださっているユーザーの皆様本当に、感謝いたします。でこれからアップデート追加されていきますけれども、そちらの方もぜひ、お楽しみいただければと思っております。でですね、何も決まってないんですけれども、これから先も何かあるのかもしれませんが、ないかもしれませんがちょっといいですかないなんかね口がつくのかなみたいな、そういうわけじゃないですよね。本当に決まってるものはないんだけれども、気持ちで今、個人の気持ちとしては本当に、大盛況いただいているということで続けていきたいなという気持ちはありますけれども、何もまだ決まってないぜひ皆様の熱意、熱望、要望がありましたら、何かあるかもしれませんが、はい、ぜひこれからも引き続きリリンク、お楽しみいただければと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後に福原さんお願いいたします。
はい、発売から2ヶ月経つというところですが、引き続き好評いただいている部分に関して本当に感謝しております。ありがとうございます。で、明日のアップデートと5月下旬と、発売から3ヶ月連続でアップデートするっていうところで、非常に力を入れて開発してきたところではありますが、GBVS に続いて、アクション RPG として新たなグラブルをお届けできたかなと思ってます。開発にすごい時間かかっちゃった部分はお待たせしてしまった部分はあるんですけども、我々としてはすごい自信を持ってお届けできる出来で、お届けできたので、まずはやりきることができたかなと思ってます。でそれはずっと応援してくださった、ファンの皆さんのおかげなので、改めてありがとうございます。でサイゲームスとしても新たなチャレンジともなりましたんで、今回リリンクで積んだ経験をもとに、今後も最高のコンテンツ生み出していきたいと思ってますんで、応援いただければと、今カジも言ってましたけど、何かしら要望があればやっぱりお客さんの声あって何かが生まれたりすることもあるかなと思いますんで、ぜひ、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、最後になんとここで初公開となるトレーラーがあるとのことで、そちらを見ながらお別れしましょう。こちらね、かなりストーリーのネタバレも含んだトレーラーということなので、まだストーリー未プレイだよという方はちょっとね、今回は一旦ブラウザバックをしていただきましてメインストーリーをクリアした後にまたね見ていただければなと思っておりますそれではバイバイ。